選挙によって政治の世界に復帰した鳩山一郎は吉田茂との対立を深め、自らを総理大臣とする内閣の樹立に向けて動き始めました。鳩山はかつて組閣の直前まで進みながら GHQ によって公職追放された過去を持っています。さらに追放解除後には脳出血で倒れたり、吉田から政権を返還されなかったりしたことから、悲劇の政治家として同情を集めるようになっていったのです。一方で吉田茂はサンフランシスコ平和条約と日米安全保障条約を締結し、日本の独立を実現した政治家として一定の支持を得ていました。しかし独立後も政権を維持する吉田に対しては、次第に占領期を象徴する政治家というイメージも強まっていき、占領期の政治を引きずっているという批判も強まっていきました。そのように世間の反応が変わっていく中、経済界は政界に対しての圧力を次第に強めていました。というのも当時の日本では国外の通貨が不足しており、必要な資源を海外から十分に輸入することができていなかったからです。しかも日本国内では石炭や鉄鋼などの基礎的な資材の価格が高くなっており、日本経済の成長を妨げる要因となっていました。こうした経済上の問題に対応するためにも、まず政治の混乱を収める必要がある。そう考えた経済界は、政局安定に関する緊急要望を決議します。そして政界に対して、早く政治対立を収拾してほしい、政局を安定させてほしいと強く求めるようになっていったのです。政局安定を求める声が強まる中、要望を受けた鳩山一郎は吉田茂に対して自由党内の対立を収拾するための条件を提示します。これが民主化4原則です。その4原則の内容は、他の政党とも協力し政局を安定させること、一部の人だけで物事を決める党運営をやめること、秘密主義で独りよがりな外交をやめること、河野一郎と石橋湛山の除名を取り消し、党を一つにまとめることというものでした。自由党内部でも両者の対立を見て、これはまずい、早く事態を収拾しなければと考える人々が現れてきました。彼らは両者の正面衝突を避けるため、吉田と鳩山の会談を実現させます。話し合いによって落としどころを考えさせたのです。この会談で両者は互いに歩み寄る姿勢を見せました。吉田茂は鳩山一郎が提示した民主化4原則を了承し、鳩山一郎は主犯指名選挙で吉田に投票することを了承したのです。しかしこれはあくまでも吉田と鳩山の間で交わされた合意でした。鳩山を総理大臣に担ぎ出そうとしていた三木武吉らの強硬派はこの決定に納得していません。こうして彼らは、今の自由党は吉田の独裁だ、自由党を民主化しなければならないと主張し、自由党内に民主化同盟を結成します。そして反吉田勢力をまとめ、将来的には鳩山政権を実現することを目指していったのです。それでも鳩山本人は吉田との約束を守り、主犯指名選挙で吉田に投票しました。こうして吉田茂が再び総理大臣に指名され、第4次吉田内閣が発足したのです。なんとか政権を維持した吉田茂でしたが、その後の吉田茂は鳩山派と協力するのではなく、対決姿勢を強めていきます。閣僚や自由党の人事から鳩山派の人物を遠ざけただけでなく、鳩山一郎が要求していた石橋湛山と河野一郎の除名撤回にも応じなかったのです。鳩山は約束を守ったのに、吉田は約束を守らなかったという状況でした。また人事面で注目されたのが、先の総選挙で初当選した尾形武虎に国務大臣と官房長官を兼任させたことでした。尾形は衆議院議員としては新人でしたが、戦前から言論会や政界で活躍してきた大物です。吉田は尾形を鳩山に対抗することができる有力な政治家として、将来における自身の後継者候補として期待し、異例の抜擢を行ったのです。しかし第4次吉田内閣は発足直後から大きくつまずきます。衆議院本会議で右派社会党の議員が、池田勇人が大蔵大臣だった2年前の中小企業をめぐる発言を取り上げたのです。池田は当時、経済を安定させるための政策を進める中で、5人や10人の中小企業者が倒産し、自殺してもそれはやむを得ない。ドッジラインという大きな政策転換の前には致し方がないという発言をしていました。この発言について問いただされた池田は、経済原則に反した商売をしていた人が倒産し、
自殺するようなことがあっても気の毒だがやむを得ないと改めて答えました。この発言に野党は強く反発し、池田不信任案を提出します。この不信任案の提出を見た自由党内部の民主化同盟は、吉田政権の打倒に利用できると考えて投票を欠席したため、不信任案は僅差で可決され、池田は辞任に追い込まれます。吉田政権を揺さぶった民主化同盟は、さらに追い打ちをかけていきました。党執行部の交代を要求するとともに、石橋湛山と河野一郎の除名撤回を改めて求めたのです。自由党内の対立が続けば安定した国会運営はできません。追い詰められた吉田茂はついに石橋と河野の除名を撤回して自由党への復帰を認めました。ところが石橋湛山は復帰した直後から吉田首相はアメリカがアジアに作った操り人形である。日本再建のためにはまず吉田政権を倒す必要があると吉田政権への批判を再開します。自由党に対する吉田の支配力が弱まっていることは明らかでした。そんな中、衆議院予算委員会で右派社会党の議員が国際情勢の見通しについて吉田首相を追及しました。その際に日本の総理大臣として自分の言葉で答弁するように求められた吉田は、無礼なことを言うなと言い返し、バカ野郎とつぶやきました。この発言は近くにあったマイクに拾われてしまい、発言を取り消すよう求められた吉田は、しぶしぶ発言を取り消し謝罪します。しかし問題はこれだけでは終わりませんでした。これを民主化同盟の三木武吉が吉田内閣当確に利用したのです。野党を抱きつけて吉田内閣不信任案を提出させると、この不信任案に鳩山派の議員も賛成。不信任案は可決されます。これに対して吉田茂は内閣総辞職ではなく衆議院の解散を選びました。これがバカ野郎解散です。こうして前回の選挙からわずか半年ほどでまたも選挙が行われることになりました。この解散をめぐる政局の中で鳩山一郎や三木武吉は自由党内にいる反吉田勢力を率いて自由党を出ていきました。そして鳩山一郎を総裁とする新しい政党を作ったのです。しかし彼らは新たな党名を名乗るのではなく、その後も自由党を名乗り続けたため、2つの自由党が並立する形となります。このままでは分かりにくいので、以後吉田茂を総裁とする自由党を吉田自由党、鳩山一郎を総裁とする自由党を鳩山自由党と呼ぶようにします。こうして自由党の内紛は党を2つに分けるという結果となり、両自由党は総選挙で争うことになったのです。この頃、政界への復帰を目指していたのが公職追放を解除された岸信介でした。岸はヨーロッパを視察している最中にバカ野郎解散を知り、急いで帰国しています。一時は右派社会党への入党を模索しましたが、最終的には弟の佐藤栄作が幹事長を務める吉田自由党へ入党します。姓が異なるため分かりにくいのですが、岸信介と佐藤栄作は実の兄弟です。もともと岸という家には兄の信正と弟の秀助という人物がいたのですが、兄の信正が岸家を継いだため、弟の秀助は佐藤家の婿養子となっていました。ところが岸信正には男の子が生まれなかったため、岸家の後継者が必要な事態になります。そこで注目されたのが佐藤秀助のもとに生まれていた3兄弟でした。長男の佐藤一郎は海軍の軍人であり、彼は佐藤家を継いでいくために必要。よって次男の佐藤信介が岸家の婿養子となることで岸家を存続させるという手法が取られました。またこの佐藤家は分家であり、三男の佐藤栄作は同じような理由で本家の婿養子となっています。つまり姓は違っても岸信介が兄、佐藤栄作が弟という関係なのです。こうして岸信介は吉田自由党から総選挙に立候補し、本格的に政界へ復帰することになりました。こうして行われた総選挙では再軍備をめぐる問題が大きな争点となりました。吉田自由党は経済の復興を優先しながら防衛力を徐々に増強する方針を掲げます。これに対して鳩山自由党は憲法を改正した上で本格的な再軍備を進める方針を掲げました。一方で革新勢力の中では左派社会党の鈴木茂三郎が青年よ銃を取るな、婦人よ夫や子供を戦場に送るなと訴えて非武装中立を主張していきました。そんな中実施された選挙の結果、吉田自由党は第一党の座を維持しましたが、単独過半数には届きませんでした。一方、鳩山自由党の結果は芳しくなく、
改進党も大きく議席を減らしています。保守勢力が不調だったということは、革新勢力が好調だったということであり、両社会党はどちらも議席を増やす結果となっています。特に左派社会党の非武装中立の主張は多くの人々の支持を得たこともあり、この選挙で左派社会党が右派社会党の議席を上回る結果となりました。これ以降、両社会党の間では左派優勢が続いていくことになります。また、前回議席を失っていた共産党も1議席を獲得して復活しています。さて、このような選挙結果のもと、次の総理大臣を決めるため、主犯指名選挙が行われます。前回の選挙までは自由党が過半数を取っていたため、自由党だけの力で吉田茂を総理大臣に指名できていましたが、今回の選挙では自由党が過半数を割ったため、誰が総理大臣になるかは不透明です。ということで、吉田自由党は改進党に接近し、連立政権を組もうとしていきます。ところが改進党はそれを拒否しました。この頃の改進党は別のシナリオを考えていたのです。そのシナリオというのが、野党が協力すれば過半数を取れる。野党全員で重光守を主犯指名すれば政権交代が可能であるというものでした。こうして野党の間で連携する動きが強まっていきますが、再軍備に積極的な改進党と非武装中立を主張する左派社会党が協力することは到底できることではありません。こうして主犯指名選挙には吉田茂、重光守、鈴木茂三郎、川上丈太郎、彼らがそれぞれ立候補しましたが、過半数を取れる候補はいませんでした。よって上位2名の決選投票となりましたが、両社会党は棄権したため、吉田茂が総理大臣に指名されます。こうして第5次吉田茂内閣が発足しましたが、その成立経緯からもわかる通り、吉田政権の基盤は不安定なものとなっています。衆議院で過半数を持たないまま、どのように国会を運営していくのか、それがこれ以降の吉田政権にとって大きな試練となっていったのです。